この駅は特殊な場所にあります。おそらく日本で唯一な場所。ここは1日数十万人が行き交う日本の巨大ターミナル、東京駅。今回の目的地は、この大都会から遠く離れた、全国約9000ある駅の中でも、おそらく日本で唯一の場所。どんな場所かというと、周囲を水に囲まれた湖に浮かぶ島にある駅へと向かいます。日本には湖が約480ありますが、その中に島があること自体珍しいのですが、さらにその島に鉄道路線が通り、駅が設置されているという奇跡のような場所があります。そんな場所を今回は目的地とします。目指すは東海道新幹線の乗り場。ただいま14、15番線の東海道新幹線と。はい、電車交通チャンネルです。ということで、早速移動していきます。本日は3連休初日ということで、6駅大変混雑しております。ホームにやってきたのは7時3分発、光701号岡山行き。こちらに乗車します。この電車、すでにグリーン車、指定席ともに満席で、頑張って自由席です。今、東京駅を出発。日本の大動脈を西へと進みます。ただいま光号から降車。乗車時間は約1時間20分。降りた駅は静岡県最大の人口を要する浜松市の中心、浜松駅。そしてここからは新幹線から在来線に乗り換えをします。向かった先は東海道本線の在来線ホーム。まもなく電車が入線してきます。当駅で折り返しとなる豊橋行きの普通列車です。この東海道線に揺られながら目的地を目指してさらに西へ。目的の駅に到着。大都市の浜松駅からはわずか3駅。時間にしておよそ12時3分で到着したこの場所こそが本日の目的地です。ここが湖に浮かぶ島にあるという駅です。果たしてどのような景色が広がっているのでしょうか。まずホームに降り立って周りを見渡してみます。すると右手には意外にも閑静な住宅街が広がっています。そして反対側に目を向けると、マンションや宿泊施設と思われる建物が並び、いわゆる秘境駅のイメージとは少し違います。建物の並びの端には見慣れたファミリーマートの看板も確認できます。しかしそのさらに奥、少し見づらいですが広大な水面が広がっている。そう、ここは紛れもなく周囲長およそ114キロを誇る巨大な湖、浜名湖に浮かぶ島の上に作られた駅なのです。この駅の名前は一体何なのでしょうか。答えは弁天島駅。所在地は静岡県浜松市中央区。地図で確認してみると、浜名湖と太平洋の遠州灘がつながる水域に近い島にあることがわかります。ホームの構造は一面二線のオーソドックスな形ですが、なんかこのホームやたら広い。なんでだろう。その謎を探るべく、先ほどの場所からホームの反対側の先端へと歩いてみます。これはもともと改札っぽいな。こちらには今は使われていない改札があった場所と思われる場所がありました。どうやら以前はこのホーム上に臨時の改札口が設けられていたようです。そして先ほど乗ってきた電車4両編成なのですが、ホームの長さもやたらと長いです。足元の数字を見ていると10と書いてありますね。ということは10両編成がこのホームに止まっていたってことなのかな。ヒントは過去の歴史にあります。先ほど乗ってきた普通列車は4両編成でしたが、実は昭和の時代、ここは潮干狩りや海水浴で大勢の観光客が押し寄せる大人気のリゾート地でした。膨大な乗客を安全にさばくため、この広大なホームと臨時改札が必要不可欠だったのです。
映画を極めた当時の面影を残しつつ、現在の時刻表を見てみると、1時間に3本、もしくは2本の運行ダイヤとなっており、すっかり落ち着いたローカルな空気が流れています。ちなみに、この駅の終電は、名古屋方面が23時46分、浜松方面が23時32分。地理的には浜松市にありながら、中京圏の要所へ向かう豊橋方面の列車の方が遅くまで運行しているようです。こういった県境付近ならではのダイヤの歪みも、交通地理好きにはたまらない面白さですね。さあ、駅から出て周辺の様子を見てみましょう。駅の構内は小規模。自動改札機は1台ですが、しっかり駅員さんも配置されている有人駅のようです。駅の外へと出てきました。弁天島駅周辺案内図の看板がありますので、現在地を確認してみます。このように案内図を俯瞰してみると、改めてこの駅が浜名湖に浮かぶ島、まさに水の上に築かれた拠点であることがよくわかります。ただ、駅前の風景に目を向けると、いわゆる孤島という併設された雰囲気は全くありません。ホームからも見えたあの背の高い建物たちが駅前で圧倒的な存在感を放っています。自転車結構駐輪されてるな。そして注目すべきは、こちらの駅前にある自転車置き場。かなりの台数の自転車が並んでいる。どうやら観光客だけでなく地元の利用者が結構いる模様。データを見てみましょう。この駅の1日の平均利用客数は約1300人。静岡県内のローカル駅としては想像以上に多く、毎日の通勤通学の足として人々の生活に深く根付いていることがわかります。高い建物の並びの端まで歩いてくると、私たちの日常であるファミリーマートがありました。ちょうどこのコンビニのあたりから視界が開け、広大な湖の景色がパッと広がっている様子がわかります。信号を渡って橋の近くにいると、湖がよく見えます。さらに奥へ目を凝らすと、遠州などの河口付近にかかる巨大な浜名大橋がよく見えます。あれは国道1号浜名バイパス。ちょうど橋のたもとでは釣り糸を垂らしている方が、海水と淡水が混ざる汽水湖ならではの豊かな生態系があるのでしょう。とりあえず次は海浜公園の方に行ってみよう。この駅前のマンションは定住者向けというよりリゾートマンションなのかな。駅前を横切るこの道路ですが、こちらは国道301号線。この道路は静岡県の浜松市と愛知県豊橋方面をつないでいるこの地域の極めて重要な幹線道路です。この神社を曲がっていくと公園に出られるのかな。公園に足を踏み入れると、目の前には水辺が広がっています。弁天島海浜公園。あの神社の鳥居はどこの神社の鳥居なんだろう。この海浜公園は夏場になると海水浴場も兼ねているようです。この海浜公園はこのように砂浜になっていて、小さいお子様向けの海水浴場という感じですかね。おそらく人工の砂浜でしょう。こちらが島南側のリゾートエリア。続いては駅の北側へ移動します。緑の歩道橋の方から、ガードしてくぐって逆側に行けるようです。名のないラーメン。食べたいな。営業はまだなのかな。今度は線路の下のガードをくぐって島の逆側へと出てみましょう。線路下のガードをくぐるとすぐ目の前に小さな橋が現れました。ここから弁天島駅の裏側の全貌が見えるはずなのですが、駅のすぐ裏手まで水路が迫り、まるで運河のような入り組んだ構造になっています。いわゆる駅前広場という概念が全く存在しない
なんとも不思議な眺めです。この弁天島は地図で確認した通り、一つの大きな島ではなく、複数の小島が橋で結ばれた独特の地形をしています。この橋を渡って、北側の隣の島へと足を踏み入れてみましょう。駅から離れるように、島の中を直線的に歩いていきます。駅の南側はリゾートの雰囲気がありましたが、この辺りは生活感あふれる、ごく普通の静かな住宅街という印象。住所で言うと、浜松市中央区舞坂町弁天島という所在地のようです。旧東海道の舞坂宿から連なる歴史ある地名です。浜名湖産牡蠣。食べたいな。けど牡蠣にはちょっと苦い思い出があるからな。牡蠣食べたいな。でもトラウマなんだよな。取りたて生しらす、揚げたて釜揚げ。歩いていると趣のある個人商店を見つけました。店頭の張り紙にはお知らせはインスタグラムにてと書いてあります。昔ながらの店構えと現代の SNS の融合、なんとも時代を感じる素敵な光景ですね。さらに北へ向かって橋を渡り、もう一つ隣の島へと進みます。この島の水路沿いにはたくさんの小型船が係留されています。先ほど看板にあった生しらすや浜名湖名産の牡蠣などはおそらくこれらの船を使って水揚げされているのでしょう。漁業の島としての顔が垣間見えます。あっちが新弁天島か。この2つの橋を渡っていくのか。弁天島釣りセンターと書いてあります。この辺りで釣りするときはいい情報が得られそうですね。向こうの橋の奥は浜名湖が広がっています。駅の方に戻ると、あっちが駅か。で、ここが弁天島か。埋め立てによって拡張されたこの地域は、弁天島周辺で最も世帯数が密集している場所です。突然視界が明け、広々とした野球のグラウンドが現れました。この右前方に高台みたいなのがあるぞ。なんだあれは。そのグラウンドの脇には、グラウンドからさらに一段不自然に高くなっている丘のような人工の地形があります。看板を見ると津波避難マウンドと記されています。海抜が低く、四方を水に囲まれたこの島ならではの防災施設です。もしもの時は、ここに周辺住民およそ800人が一時的に避難できる、まさに命の砦となる場所です。この小高いマウンドの頂上から西側を見渡すと、水面の向こうに浜名湖ボートレース場がある湖西市が見えます。ということで、ここから駅まで歩いて15分ほど駅に戻ります。この新弁天地区は、大方が浜松市なんですが、この信号から先の方は湖西市になります。新弁天島の東海道線と国道301号線は湖西市になるようです。新弁天から弁天島へとつながる橋に戻ってきました。このまままっすぐ進めばスタート地点の弁天島駅です。さて、今回こうして弁天上の島々を歩いて周回してみたのですが、一つ気づいたことがあります。島の中には地域の足となる路線バスの停留所らしきものが全く見当たらなかったのです。それを踏まえてもう一度駅前の風景を見てみましょう。先ほどは気づかなかったのですが、この駅前にある大きな自転車置き場、よく見ると左側には屋根が設置されており、この道路に沿って細長く続く中和スペースは車道から少し内側へくぼむような独特の形をしています。バスが停車するための停車帯の形状にそっくりです。もしかするとここはかつて観光客や地元民を乗せた路線バスが発着する立派なバスターミナルだったのではないでしょうか。現在この浜名湖周辺は浜市と呼ばれ、
サイクリングを楽しむ方が非常に多いそうです。駅前にはこのように持ち込んだ自転車を組み立てるための専用のスペースも用意されていました。時代とともに駅に求められる役割も変わっていくのですね。最後に駅の運賃表を見てみましょう。ここから県庁所在地の静岡駅までは1520円。そして県外である愛知県の名古屋駅までは1690円。運賃で見ると静岡と名古屋のほぼ中間地点。東海の2大都市のちょうど間に浮かぶ島ということになりますね。ということで今回は湖に浮かぶ島にある駅を訪ねてみました。いざ歩いてみるとかつてのリゾートの面影や人々の生活感、地形を生かした防災の知恵など多くの発見がありました。ここ弁天島駅は単に珍しいだけでなく日本の交通史と地域の営みが詰まった素晴らしい場所でした。